こんにちは、せいかです。今日は2026年5月30日の土曜日です。皆さん、この1ヶ月はどんな1ヶ月でしたか？私はですね、香港ディズニーランドに行ってきました。今、机の上に置いてるんですけど、これはホテルでもらったものです。はい、香港ディズニーランドに行ってきました。初めての香港でしたね。はい。で、今回はですね、私の香港旅行について写真を見せながらお話ししていこうと思います。そして最近、香港ディズニーランドに行く日本人がすっごく増えてるんですよ。日本にも東京ディズニーランドがあるのに、なんで香港のディズニーランドに行くのって思う人も多いと思います。その理由が、今回実際に私が行ってみてよくわかったので、どうして今、香港ディズニーに行く日本人が増えているのかについてもお話ししていこうと思います。ではまず、旅行についてお話ししていきますね。今回私はいとこと行ってきたんですけど、すっごく満足感がありました。満足しましたね。大満足です。はい。2泊3日で行ってきたんですけど、まず1日目の朝9時ぐらいに飛行機に乗って香港に向かいました。で、東京から香港までは飛行機で5時間ぐらいでしたね。はい。で、飛行機の中では機内食、飛行機の中で食べる食事ですね。で、それを機内食って言うんですけど、飛行機の中では機内食が出たので、5時間がすごいあっという間でした。はい、なんか飛行機に乗って離陸するじゃないですか。飛ぶことですね。離陸して、で、映画を見始めて、見ている途中に機内食が来て、で、機内食を食べて、で、また映画の続きを見て、で、ちょっと寝て到着っていう感じでしたね。ちょうどいい時間でした。5時間。はい。で、朝の9時に出たので、だいたい日本時間の午後2時ぐらいに香港に着きました。香港と日本は1時間の時差があるので、日本の午後2時は香港の午後1時でしたね。はい。1時間早くなるっていう感じでした。なので、なんかすっごく得をした気分になりました。1時間増えたみたいな気持ちになりましたね。で、香港空港に着いたら、Uber を呼んでホテルに向かいました。で、Uber のアプリ、私の携帯にずっと入ってたんですけど、本当に久しぶりに使えましたね。はい。アメリカに住んでいた時以来だと思います。何年ぶりですかね。7年ぶりぐらいですね。はい。日本には Uber がないんですよ。なんというか、アメリカとか今回の香港もそうだったんですけど、Uber って一般の人が運転している車に乗るっていう感じじゃないですか。で、それが日本では難しいみたいなんですね。一般の人が自分の車で人を乗せてお金をもらって送迎する、はい、送るっていうことが難しいようです。はい。まあ最近は少しずつ変わってきているそうなんですけど、まだまだタクシーが一般的だと思います。うん、そうですね。普段私、東京に住んでいると、電車とかバスで移動することが多いので、あんまりその車事情がわからないんですよね。でも、まだまだタクシーが一般的なんじゃないかなと思います。はい。まあ日本の状況はともかく、久しぶりのウーバーに乗ってホテルに向かいました。で、今回私たちはディズニーのホテルに泊まりました。はい。日本のディズニーリゾートの近くにも、公式ディズニーホテルっていうのがいくつかあるんですね。オフィシャルホテルですね。で、公式のホテル、もうすごく可愛いし素敵だし、最高なホテルなんですけど、高いんですよ。高いですし、予約を取るのが難しいっていうイメージなんですね。で、まあそんなイメージがあったので、香港旅行の計画を立てているときに、まあきっと香港のディズニーの近くのホテル、オフィシャルホテルも高いんだろうなと思って値段を見てみたら、
そんなにだったんですね。はい。もともとすっごく高いっていうのを多分想像してたので、安く感じたっていうのがあると思うんですけど、私はディズニー大好きなので、この値段だったら絶対オフィシャルホテル、公式ホテルに泊まりたいって思ったので、予約することにしました。はい。で、空港からディズニーの公式ホテルまでは、ウーバーで15分ぐらいだったので、すごくアクセスもいいなと思いましたね。はい。で、公式ホテルに着きました。で、着いたらもうすぐ準備をして、バスに乗ってパークに行きましたね。ちなみにディズニーリゾートのことをパークって呼ぶんですよ。これって世界中の人みんなそうですかね。世界中にディズニーリゾートってあると思うんですけど、パークって言いますかね。とにかく日本人はパークって言うんですけど、ホテルに着いて、荷物を一旦部屋に置いて、すぐパークに向かいました。ディズニーの公式ホテルだったので、もちろんパークに近くて、バスで5分ぐらいですかね。10分ぐらいで行くことができました。はい。で、私たちは今回、2日間のパスポートを買ったんですよ。ちなみに、ディズニーに入るチケットのことをパスポートって言います。これも世界中のディズニーで一緒なのかな、ちょっとわからないんですけど、はい、私フロリダのディズニーワールドで働いていたんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。パスって言ってたかな、ワンデイパスとか言ってた気がするんですが、日本ではパスポートって言うんですよね。はい、とにかく2日間のパスポートを買ったので、香港に着いた日、1日目からパークに入りました。はい。で、パークに向かう途中にゲートがあるんですけど、そのゲートの感じが、すごくレトロな感じだったんですね。すごくいい意味で昔っぽい感じがして、私はその感じがもうすごく可愛いなって思って、はい、もう着いた瞬間、まだこのパークの中に入ってないんですけど、その瞬間からもうめちゃくちゃテンションが上がりました。で、パークの中に入って遊びましたね。はい。まず入ったら、このようなね、お花があったんですよ。はい。エントランス入ってすぐのところに花壇があって、ダッフィーが花で作られていました。すごくカラフルで可愛かったですね。今回、香港ディズニーランドが20周年だったみたいで、その20周年の記念のモニュメントとか、こういう飾りがたくさんありました。で、これもね、すごく面白いなって思った話なんですが、このダッフィーというキャラクターは、日本の東京ディズニーシーにもいます。いて、人気があるんですけど、花壇になるぐらいの人気はないんじゃないかなって私は思いますね。日本だったら、それ以外のキャラクター、ミッキーとか、ドナルドとか、ミニーちゃんとか、そういうキャラクターがお花で作られているイメージですね。ダッフィーが作られているっていうのは、私の記憶上ないので、すごく新鮮でした。はい。香港ディズニーランド全体が、このダッフィーフレンズを推しているイメージがありましたね。はい。で、エントランスの中入ると、このような絵が描いてあったんですよ。ジミニークリケットでしたっけ？はい。かわいいですね。で、ワクワクしながら進むと、20周年のモニュメントがありました。パークのいろいろな場所に、このモニュメントがあったんですけど、これは入り口のところでしたね。ミッキーとかグーフィーとか、主要キャラって言うんですけど、メインのキャラクターたちがいました。で、いろいろなエリアにいろいろな、キャラクターのモニュメントがあったんですが、全部このクリスタルな感じで、すごく可愛いなと思いましたね。私のタイプ。はい。私こういうの大好きだったので、毎回見つけるたびにワクワクしてました。はい。で、歩いていって、まず最初に見たのが、ライオンキングのショーです。はい。で、このライオンキングのショーは、フロリダのディズニーワールドでもやっているものなんですよ。内容はちょっと違うんですけど、同じようなホールみたいな場所、で、ショーが行われていました。で、当時ですね、
私がフロリダのディズニーワールドで働いていた時、よく見に行っていたショーなので、すごく見たいって思って、もう一番最初に行きましたね。はい。ちなみにこのショーは日本にはありません。日本にはないので、私は日本のディズニーパークは、シンガポールから帰ってきて、ここ5年ぐらいですかね。たっくさん東京のディズニーパークには行ってるんですが、ライオンキングはないので、はい。すっごく久しぶりに見たんですよ。はい。で、ライオンキングのショーは全部生歌なんですね。生歌っていうのはマイクを持って本当にその場で歌うことです。生の歌。生歌。はい。生歌だったので、もうすごい感動しました。はい。で、ライオンキングのショーを見た後はアイスを食べました。はい。で、一緒に行ったいとこはイカを食べていましたね。ディズニーランドでイカを食べるんだってちょっと私的には不思議だったんですけど、まあ確かに匂いがすごくいい匂いだったんですよ。で、ライオンキングのショーを見る前、並んでいる時からその匂いがすごいして、はい、その時から多分食べたいって思ってたんでしょうね。なので、いとこは、イカを買ってました。で、私はアイスを買ったんですけど、私、その中国語がわからないんですよ。全くわからないので、このパッケージに漢字がたくさん並んでいるのを見て、すごく新鮮だなと思いましたね。はい。初めて香港に行ったので、このような、漢字が並んでるっていうパッケージを見たのが初めてで、すごく新鮮で写真をたくさん撮っちゃいました。はい。で、よく私の学生さん、中国語がわかる学生さんがレッスンに来てくれると、まだね、全然漢字の読み方とかがわからなくっても、漢字を見て、その言葉の意味はわかるっていうことをよく言ってるんですよ。で、その気持ちがわかりました。今回私は言葉全然わからなかったんですけど、漢字だったので、なんとなく、はい、意味がわかったりしたんですよね。はい、まあそんな風に言葉にもね、不思議だな、新鮮だなって思いながら歩いてました。で、アイスを食べた後は、お城の、はい、前に行ってキャッスルショーを見ました。で、私たちが行った日は雨予報だったんですよ。雨の予報ですね。雨が降る予定だったんですけど、奇跡的に雨はそんなに降らなくって、ずっと曇りだったんですね。なので雲はたくさんあったんですが、雨は降ってなくて、キャッスルショーを見ることができました。で、香港ディズニーランドのこのお城って、日本のディズニーランドのお城とは違うそうです。はい。日本のディズニーランドはシンデレラ城ですね。映画シンデレラに出てくるお城なのかな？はい。で、香港のこのお城はいろいろなプリンセスの要素が入っているお城だそうです。はい。それを香港ディズニーランドに行く前に聞いたので、私はこのお城の前でショーを待ちながら、この部分はどのプリンセスかなって考えてましたね。はい。すごく素敵ですよね。はい。で、キャッスルショーを見ました。で、キャッスルショーも生歌だったんですよ。はい。日本のディズニーパークは、今生歌のショーっていうものがあんまりないんじゃないかなって思うんですよね。なんか、日本ってディズニーパークが2つあって、1つはディズニーランド、もう1つはディズニーシーなんですけど、ディズニーランドは、とにかくパレードがすごく素敵なんですよ。パレードに力が入っています。普通のパレード1回と、あとはその期間限定、その季節のパレードが1回、はい、行われるっていう感じで、もうパレードのクオリティがすごく高いイメージがあるんですね。なのでパレードを楽しみに行く人が多いです。で、パレードって生歌ではないじゃないですか。音楽に合わせてダンサーさんとかキャラクターが踊っているっていうものなので、はい、生歌ではないんですよね、とにかく。で、ディズニーシーもいくつかショーがあるんですけど、中でも最近一番話題のショー、なんか一番人気があるショーは、タワーオブテラーの前で行われているダンスザグローブっていうショーなんですけど、そのショーも生歌ではないんですよ。やっぱりダンスがメインのショーっていうのもあってなのかわからないんですが、ダンサーさんとキャラクターがこうダンスをしているっていう、そんなショーなんですね。ね、とにかく素敵で私も大好きなんですが、生歌ではないんですね。
はい。で、なんか生歌のショーっていうものが、なんかここ数年あんまなかったんじゃないかなって思って、私が見てないだけなんですかね。細かいことはちょっとわからないんですけど、とにかく私はこの生歌のキャッスルショーっていうものをすごく久しぶりに見たので、本当に感動しました。はい。なんかまるでコンサートに行っているような気分になりましたね。で、この時も思ったんですけど、ミッキーたち、ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーはいたかな？デイジーいなかったような気がします。あれ？ちょっとデイジーチェックします。私動画をたくさん撮ったので。デイジーチェックをしますね。デイジーいません。ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー。はい。そのミッキーフレンズ、主要キャラクターがいるのと、あとは、ダッフィーフレンズがみんないたんですよ。はい。ダッフィー、シェリーメイ。ちょっと全部の名前言うのがちょっと難しいんですが。はい。とにかく、ダッフィーフレンズだけで1、2、3、4、5、6、7。7人なんて言うんだろう、この場合。7匹って言うとすごい動物みたいな感じがして、なんか、ちょっとね、1匹2匹って数えるのはディズニーのファンとしてちょっとなんか違うような気がするんですが、人ではないから1人2人って数えるのもなんか違うし、1つ2つだと物になっちゃうし、難しいですね、日本語って。はい。とにかく、ダッフィーの仲間たちがたくさんいました。でですね、さっきも言ったんですけど、東京ディズニーシーにこのダッフィーフレンズいるんですけど、ショーでこんなにたくさん出てくるってことは、あんまりないんですよね。なんかディズニーシーにダッフィーのエリアがあって、そこにダッフィーのレストランがあって、昔はそこでダッフィーフレンズのショーをやっていたので、今はちょっとやってるかどうかわからないんですが、その時に出てくるっていうのはあったんですが、こういうキャッスルショーみたいな、そのパークの、メインとなるショーに、こんなにたくさん出てくるってことはないので、すごく新鮮で、はい、面白かったです。で、キャッスルショー、すごく好きで、次の日も見ました。はい。で、楽しんで、で、その後にグッズを見に行ったんですね。でですね、グッズを見に行ったら、ズートピアのグッズがたくさん売ってました。はい。ズートピアは、最近ズートピアの2が公開されましたよね。なので、ズートピア2のキャラクターのグッズが売っていたんですが、日本のディズニーパークにはあんまり売ってないイメージがあります。なので、香港ディズニーランドのグッズ屋さんに入った時にまず思ったのが、ダッフィーフレンズのグッズが多いっていうことと、あとはズートピアのグッズが多いっていうことですかね。うん。はい、すごく面白かったですね。日本だとあんまりグッズ化されていないようなキャラクターがグッズ化されていて、もうね、全部欲しかったんですけど、はい、我慢しました。すごく楽しかったです。見るだけでも楽しかったですね。はい。で、なんかマグネットがたくさん売ってるイメージがありました。で、香港ディズニーランドの中には、なんかすごく新しい最近っぽいグッズももちろんたくさんあったんですが、ちょっとなんかレトロな、昔っぽい、昔のディズニーを感じるような、そんなグッズもたくさんあったんですよ。特にマグネットのデザインで、レトロなデザインが多かったので、もう全部欲しくなっちゃいましたね。はい。ちなみに今回私が買ったグッズ、いくつかあるんですが、中でもかなり気に入ってるのが、今動画で見せてるんですけど、このリーナベルのヘアクリップです。はい。私最近髪を伸ばしてて結構長くなってきたので、はい。後ろでまとめることが多いんですけど、その時に使えて、はい。で、しかも、使っている時にもちゃんとですね、リーナベルがしっかり見えて、可愛いんですよ。派手すぎず。はい。普段も使えるようなそんなデザインなので気に入ってます。もう可愛いグッズがたくさんあって、はい。選ぶのが大変でした。はい。そんな感じですかね。で、あと、私が今回すっごく楽しんだのが、スタンプラリーですね。スタンプ集めっていうのかな？はい。なんか小さいスタンプの冊子みたいなものをもらって、
で、そこにスタンプを集めていくっていうものなんですよ。で、全部のスタンプを集めて、最後、またショップに持って行ったら、メダルがもらえるっていうものだったんですけど、はい、なんかもうね、すごいそれが楽しかったんです。どこにスタンプがあるのかなっていうのをこの冊子を見ながら、みんなでこう考えながらこうパークの中を歩いて、見つけたって言ってそのスタンプの場所に走っていって、スタンプを押すっていう、はい、それを繰り返すっていうのがすごく楽しくて、はい、いい思い出になりました。で、そのスタンプ一つ一つがまた可愛かったんですよね。ダッフィーフレンズの場所もありましたし、私いっぱい写真撮ったんですよ。アナと雪の女王。長いので日本人はアナ雪って言うんですけど、アナ雪のエリアではもちろん、はい、エルサとアナのスタンプでしたね。で、ファンタジーランドはアリスのスタンプでしたね。そしてトイストーリーランドっていう場所もあって、これはちなみに日本にはありません。はい。トイストーリーランドに行ったら、もちろんトイストーリーのスタンプでした。で、プーさんの、はい、アトラクションの近くでは、プーさんのスタンプを押しました。すごい楽しかったなーって思います。今写真を見ながらすごく戻りたくなってますね。はい。そんな感じでスタンプラリーも楽しみました。はい。でですね、日本人が香港ディズニーランドに行くと、大体みんなすることっていうのがあって、それが何かというと、ヤムチャを食べることです。はい。ヤムチャのレストランに行って、ディズニーキャラクターの可愛い、はい、料理を食べることですね。で、今回私たちもそのレストランに行きました。そのレストランはディズニーランドの中にあるのではなくて、オフィシャルホテルが3つあるんですが、3つのうちの1つのホテルの中にありました。なので、1回パークを出て、バスでホテルに行って、レストランで食べるっていう感じでしたね。これは絶対にしなければいけないっていうことになって、日本にいる時に予約をして行ってきました。プーさんとピグレットですね。はい。あとはミッキーの形をした料理なんですが、美味しかったです。はい。可愛かったです。とにかく見た目が可愛くって幸せになりました。はい。で、このヤムチャを楽しんだ後、またパークに戻りましたね。でですね、香港ディズニーランドで思ったのが、食べ物が全部高い。めちゃくちゃ高かったです。はい。ポップコーン、キャラメルポップコーン一つが、日本円で800円とかでしたね。はい。日本だったら、ポップコーン一つってだいたい500円しないぐらいだと思うので、800円、900円ぐらいっていうのを見てびっくりしましたね。食べ物が全部高かったですね。で、私たちは戻ってトイストーリーランドに行きました。やっぱ日本にないものを楽しみたいじゃないですか。だからトイストーリーランドに行って、なんかジェットコースターみたいなスリルがあるアトラクション、はい、に乗りました。はい、そんな感じですかね。とにかく楽しかったです。香港ディズニーランド、大満足だったので、また機会があったら、すぐ行きたいなと思ってます。今回は20周年だったので、20周年のショーとかを楽しんだんですけど、これからね、ハロウィンのイベントがあったり、クリスマスのイベントがあったりするじゃないですか。なのでぜひ、その時にも行きたいなって思ってます。はい、すごく気に入りました。という感じで、私の旅行の思い出の話はこの辺にしておこうと思います。もうね、いくらでも話せるので、はい、止めとかないといけないですね。ここで止めますね。はい。で、ここからは、今、どうして日本で香港ディズニーランドが人気なのかということについてお話ししていこうと思います。はい。私の体感なんですが、香港ディズニーランドのイメージが昔と今で変わったなっていう、はい。そんな感覚があります。昔って、もちろん私ディズニーのファンなので、香港ディズニーランドがあることは知ってたんですけど、あんまり香港ディズニーランドに行くっていう考えはなかったんですよ。で、なんでかというと、香港ディズニーランドは東京ディズニーランドと似ているっていうそんなイメージだったんですね。で、似ているけど、東京ディズニーランドよりもちょっと小さいっていう、そんな印象だったんですよ。なので、やっぱ飛行機にわざわざ乗って行かなくってもいいのかなって
思ってたんですけど、今はですね、もうその考え方が変わりました。はい。まず香港ディズニーランドには、日本のディズニーランドにないものが多いんですね。パークは似ているとは言っても、ショーとかアトラクションとかが全然違うので、そういうものが楽しめるっていう、そんなイメージがあります。はい。グッズも全然違います。置いているグッズが違うので、ディズニーのファンの人にとってはすごく楽しいです。はい。そして、ちょうどいい海外の感じが楽しめるっていうことですかね。香港はさっきも言いましたが、飛行機で5時間ぐらいで行けるので、そんなに遠くないじゃないですか。はい。プラス、英語がもう全然通じたので、英語ができる人は問題ないですし、英語ができなくても、日本語ができるスタッフの方が多かったんですよ。なので、そういう点もあって、日本人にとって行きやすい、そんな海外なのではないかなと思います。なので多分、海外に行くっていうハードルがちょっと下がって、香港ディズニーランドに行こうって思う人が多いのかもしれないですね。はい。で、あとは、最近日本人向けのプロモーションが多いです。今回私たちがチケットとかホテルを予約するときも、なんか割引とかがたくさんあったんですよね。なのですごくお得に行けるっていう感じがしました。はい。で、あとは SNS でも、ここ1、2年で香港ディズニーランドに行ってきたっていう人の投稿がすごく増えたんですよ。なのでそういう投稿を見ると、あんまりわからなかった香港ディズニーランドがよくわかるようになってくるじゃないですか。で、そうすると、行く時にも安心だし、自分も行ってみたいっていう気持ちもどんどん大きくなるし、そういう感じで行きたいと思って実際に行く人が多いのかもしれないですね。で、あとですね、一番大きい理由はこれだと思うんですが、最近東京ディズニーリゾートがちょっと楽しみにくくなっているっていうのがあるのではないかなと思います。原因は、大きく分けて2つですかね。1つは、すべて値段が上がっているっていうことです。ディズニーパークで遊ぶために必要な費用がどんどん高くなっているので、行きづらくなっちゃってるんですよね。で、その費用面が1つと、あとは混雑しているっていうことですね。はい、もうすごく混んでます。なのでその2つの理由があって、ちょっと東京ディズニーリゾートが前よりも楽しみにくくなっちゃってるんですよ。はい、なんかもうちょっと具体的に言うと、まずその費用のことなんですが、パークのチケットがですね、ワンデイパスでだいたい8000円から1万円ぐらいなんですね。昔は、大人は6000いくらとかだった時代もあったと思います。学生だったらもっと安くてっていうイメージだったんですが、今はもう当たり前に1万円ぐらいしてしまいます。はい。で、今回香港2日間行ったんですが、2日間で日本円で1万3000円ぐらいだったんですね。なので、なんかその点でもすごくお得感を感じました。はい。で、ちょっと東京ディズニーリゾートの話に戻ると、東京ディズニーリゾートの公式ホテル、オフィシャルホテルは、安い部屋でも一泊一部屋5万円ぐらいするんですよ。一泊一部屋3万円ぐらいの公式ホテルもあるんですけど、そのホテルはパークからちょっと離れてるんですよね。なのでバスで2、30分、はい、移動しないとパークに行けないっていう感じなので、そのホテルは省きました。本当にパークの近くにある公式ホテルは安くて5万円ぐらいなんですよね。プラス、すっごく人気があって、なかなか予約が取れないっていうイメージです。はい。あとは、コロナが終わったぐらいから、課金制度っていうのが始まりました。で、それはいつ使うかというと、東京ディズニーリゾートのパークの中に入ってからですね。はい。アトラクションってたくさんあるんですが、日本って基本的に長い時間並ばなければいけないことが多いんですよ。はい。混んでいる時だと2、3時間並ぶ場合もあります。なので、並びたくない人は、すぐに乗ることができるパスっていうのを買うことができるんですね。だいたい一つのアトラクション2000円ぐらいだと思います。はい。あとはショーを見たいときですね。ショーは基本的に抽選に当たるか、あとは長い時間待たなければ見ることができないイメージなんですが、チケットを買うと並んだりせずに見ることができます。
で、そのショーのチケットはだいたい1枚2500円ぐらいですかね。はい。なので、ワンデイパスポートにプラスして、そのように課金をすることができるようになったんですね。はい。なので、そういうのも全部やりたいと思うと、パークの中で使う金額が本当に高くなるんですよ。それが最近のイメージですね。はい。そして次に混雑なんですけど、最近ディズニーすっごく混んでるんですよ。私は去年ハロウィンの時期とかクリスマスの時期にたくさんディズニーパークに行ったんですが、ハロウィンとクリスマスは特に人気があるイベントっていうのもあるんですけど、私たちは始発で行きました。始発っていうのは一番最初の電車ですね。はい。例えばパークが9時オープンでも、まあ2時間前とか1時間前ぐらいにはパークに着いて、まず入る前に待つんですよ。はい。で、そういうことをして中に入って、で、パークに入ったら、パレードを見たい人は、パレードを見るために、そのパレードルートに、レジャーシートって日本では言うんですが、ピクニックシートみたいなものを敷いて、数時間待ったりとかするんですね。はい。そんな風にしないと、いい席でパレードが見れないとか、そういう感じなんですよね。で、さっきも言ったように、アトラクションに乗るにもすごく待つし、食べ物を買うのにもすごく時間がかかるんですよ。並ばなければいけないので、そういうところがちょっと楽しみにくいっていうことにつながってしまっているのではないかなと思います。はい。なので東京ディズニーリゾートを楽しむためには、スムーズに回る方法を知らなければいけないっていう感じなんですね。あとやっぱり課金をしないといけないみたいなところもありますね。はい。で、その最近の東京ディズニーリゾートに対して思っていた、ちょっと楽しみにくいなって思ってたネガティブポイントが、香港のディズニーランドには何もなかったっていう感じでした。アトラクションなんてだいたい10分とかで乗れましたね。人気があるものも30分待つか待たないかぐらいでした。で、ショーとかも、ショーが始まる15分前ぐらいに行ったら、すごくいい場所で見れたりとかして、パレードなんて始まってから人が集まり始めるっていう感じだったので、すごく東京ディズニーリゾートとのギャップを感じましたね。はい。まあそれが日本人にとってすごく大きな魅力になっているのではないかなと思います。もちろん東京ディズニーリゾートには、東京ディズニーリゾートにしかない魅力があるっていうのは本当にそうなんですけど、やっぱり人が多かったり混んでるっていうのはちょっとやっぱ、まあネガティブなポイントになってしまうじゃないですか。なので、今回香港に行って、全然混んでなくて、まあちょっと私が行った時期が空いてる時期だったっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、いつも東京に慣れていた分、すごく空いているっていうことに、魅力を感じました。はい。まあそういう日本人が多くて、今香港ディズニーランドが人気なのではないかなと思います。はい、ということですごく長くなってしまったんですが、香港ディズニーランドに行ってきた。そして最近日本人に人気があるっていう話を今回はしてみましたが、いかがでしたか？はい、おそらくディズニーが好きな方には、はい、楽しく聞いていただけたと思うんですけれども、ディズニーにあんまり興味がないっていう方も多分いると思うので、はい、少なくとも次回はディズニーの話をしないようにします。今日は思いっきりディズニーの話ができてすごく幸せでした。ありがとうございます。はい、私はですね、YouTube のメンバーシップもやっております。初級の人には Vlog で勉強できるような動画をたくさんアップしています。そして最近はゲーム動画は初級の方向けに作ってます。はい。で、そのゲームはですね、ジブリの雰囲気のゲームなんですよね。で、ゲームの世界観に癒されながら日本語をインプットできるので、ジブリが好きな方はぜひチェックしてみてください。そして中級以上の方にはタメ口の動画をアップしています。だいたいその時私が気になっている食べ物とかを買って、それをですね、食べながらタメ口で話していますので、タメ口のインプットしたいっていう方はぜひチェックしてみてください。そして YouTube 以外にも
CIJ というウェブサイトにも動画をアップしております。いろいろなレベル、そしていろいろな種類の動画を作ってます。1週間に2本ぐらいですかね。最近はアップしてますので、ぜひリアルな日本語をたくさんインプットしたいという方は CIJ のサイトもチェックしてみてください。最近はその CIJ の中にいる先生と会話をするっていう動画もたくさん撮ってます。会話の動画は結構ね、私も楽しいですし、見ている方にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、そちらもぜひチェックしてみてください。で、今後はレッスンもしたいなって思って今計画しています。はい、いつになるかわからないんですけど、決まったらインスタグラムとかでお知らせしますので、ぜひインスタグラムもチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。